非課税で2億円欲しい。ずんだもんなのだ。誰だって欲しいだろ。四国メタンだ。今日もゲーム制作の進捗を報告していくのだ。というわけで本日のお品書き。今回は見た目、新機能の追加をメインに実装したのだ。そこそこあるな。では一つずつ紹介していくのだ。ピンチエフェクトの追加。というわけでできたのがこれ。体力が 30% 以下になるとピンチエフェクトが発動するのだ。ぼちぼちできてるじゃないか。かなり試行錯誤して頭が解けたんですよ。正直まだ気に入ってないのだ。どのあたりが気に入ってないんだ。ピンチになったってのがわかるかどうかってところかな。画面が赤くなったけど遊んでる人が体力がマジやべえって思わないと意味ないからね。なるほど。それをわかりやすくするためにピンチに入った瞬間はスローを入れてるんだけど、このスローもそんなに長くないから流れでそのまま KO まで持っていかれないか心配なのだ。こういった部分は作者の身が持つ悩みかもしれんな。本当にこういうのは悩むのだ。爆弾の強化。爆弾を強化したのだ。強化点は2つあって、1、敵が近くにいるとエイムしなければ自動で相手の方向に投げる。敵に触れると即起爆といった感じの調整を施したのだ。順当に強くなったか。前が弱すぎたとも言えるな。爆弾自体は強化予定があったのだけど、エイムパビリオンであるウェイさんが使いづらそうにしているのを見て早く調整しないとで決意したのだ。ちなみに爆弾での攻撃はゲーム制作者さんがよく使っていたイメージ。みんなこの時はどうなるんだろうって思うんだろうね。ゲーム制作者はいろんな問題を想定して作らないといけないしな。おそらくそういった考えが習慣化しているんだろう。そして今回の調整でこういったことができるようになったのだ。通称天国直行コンボ。おう、ウィトル。爆弾が余っていれば二度と地上には戻らせねえという気概を感じさせるコンボができるのだ。格ゲーとかでよく見るな。ボスの場合はどうなるんだ。ボスはこうなる。やはり浮かないか。今後は空中コンボもできるボスも追加するんだけど、体重が重たいボスはこういった形になります。この辺りは仕方なさそうか。こんなでかいのが浮いたりすると不自然だし。まあ重要なのはコンボがつながるってことだよ。そこさえ担保できれば、あとは屈強なゲームプレイヤーが開発してくれると信じてるのだ。と言いつつ、ズンダモンが一番コンボ開発を楽しんでそうだな。ふひひ、バレたか。コンボに関してはまだまだ進化するのだ。その点に関しては開発している本人も楽しみで仕方がないのだ。必殺技のポストプロセス修正。必殺技を使った時の背景を黒っぽいのからモノクロ調にしたのだ。これなんで変えたんだ。なんか黒いと昔のゲームっぽいなって。はあ、前々回は古臭いのを狙ってるって言ったのに気が変わるのが早いな。違う、気が変わったわけではないのだ。単純に背景の陰影をもう少し出したいなと思っただけなのだ。はい。でも他のゲームと表現は差別化はしたいのだ。なのでちょっとマテリアル周りを勉強していて、その一環で入れたという感じ。必殺技の演出はまだまだ調整する予定なのだ。ジャストドッジからの専用反撃技作成中。最後ジャストドッジからの専用反撃技を作成中なのだ。
今のところ1種類だけ追加。相手の攻撃を回避した後に攻撃ボタンを押すとこのボッツー体打撃技で反撃するのだ。ようやくジャストドッジも使えるものになる。今まではジャストドッジしても何にもメリットなかったもんだ。でもこの技みんなが思っているより多分弱い技なのだ。というと、単純に無敵時間がないのだ。なので相手の攻撃中にジャストドッジで反撃しようとすると逆にカウンターパンチをもらう可能性があるのだ。なんでそういった調整にしたんだ。この辺りは悩んではいるんだけど、無敵技を押し付けすぎると敵が弱くなるのがね。ドッジ自体がローリスクに敵と距離を離せる行動なので敵の攻撃に対して出し得な性能をしているから、ジャストドッジから得られるリターンは下げたかったという考えなのだ。つまりローリスクミドルリターンくらいの才能にしたかったという感じか。そうなのだ。しかし無敵技で蹴散らすのも楽しそうだが、爽快感を売りにしているならばそっちへの勝ち切りもありだとは思うが、一応イージーモードでは動作終了まで無敵時間をつけようと思うのだ。そういった部分で気持ちよさを出そうと思ってる。あとは秘密の要素でゴニョゴニョとなるとイージーとそれ以外のモードはゲーム性が変わるということか。厳密に言えばイージーに近くなればなるほど敵をフルボッコにできる仕組みなのだ。ズンダモンはそれなりのゲーマーだけど、イージーモードも難しいゲームモードも両方プレイするのだ。その時に思うのはイージーモードはイージーモードで楽しいということなのだ。なんならイージーモードの方が楽しいゲームもあるくらい。それは意外。なぜイージーモードが楽しいと？例えば派手なアクションなのに敵が硬くて爽快感を味わいにくいゲームあるだろう。あ、確かにあるな。敵はある程度爽快感のある倒し方ができないと不快感を覚えやすいのだ。映画とかでもバッサバッサ倒しているから気持ちよい。ゲームも似たところがある。ふむ。ゲームが上手い人は敵をフルボッコできる仕組みを用意すれば大体はその研究力でたどり着いてくれる。でも解決策が見つけられない人には不快感を長く味わうだけになってしまう。ふむ。なかなか難しい問題だな。そんな感じでね、お手軽に勝てることができるモードは必要と思うのだ。しかし壮大に話がずれたのだ。ここはある意味開発者のチラシの裏みたいなところだからな。こういうことを考えて開発してますよくらいは言ってもいいと思うぞ。最後に、次回はちょっと動画の更新が遅くなるかも。それはなんで？棒対策アクションゲームが5月に発売されるのだ。気持ちよくどっぷりとやりたいじゃん。ああ、どれかわかった。ズンダモン、あの作品の大ファンなのだ。ゲーム開発ってさ、ゲームで遊ぶことも大切なんだよ。わかるだろう？単純に遊びたいだけだろ。最近 UI とか表現手法とかチュートリアルの頻度とか見ておかなきゃいけない点も多いじゃん。だからね、必要なんだよ。そう言ってまたしこたま遊ぶつもりだろ。というわけで今回の進捗はここまでなのだ。次回も見てくれると嬉しい。あとチャンネル登録と高評価コメントしてくれると嬉しいぞ。それじゃあバイバイ。